実はこっそりエロい魔女の宅急便ですね。例えば、普通ですね、魔女の宅急便って言うと、キキのパンチラですね。そうなんですよ。ジブリアニメのヒロインって絶対ね、パンチラしないんですよね。いつも、スパッツ履いてるナウシカは当たり前なんですけども、ラピュタのですね、このシーンですね。やめてって言って、シータがロボット兵に抱きつくシーンもですね、風がバーッとなって、本当にね、パンツが見えそうになってるんですけども、見えない。しかしですね、もうキキは最初に空を飛ぶシーン、初めて空を飛ぶシーンからですね、もうパンツ見せっぱなし、お父さんに抱っこしてっていうシーンからパンツ見せっぱなしなんですよ。あれは女子から言わせるとドロワーズというやつでですね、いわゆる見せパンですね。見せても大丈夫なパンツだから、キキのですね、洗濯物を干してるシーンです。全身ずぶ濡れで着てるものを全部干してもリボンまで干してるぐらいですね。で、その中にですね、やっぱりパンツもはためいてるわけですよね。巨大なパンツも。キキがいつもですね、見せてるのはドロワーズではない、見せパンではないんですよ。マジパンなんですね。マジのパンツを見せてるわけなんですよ。こんなにパンツ言うのもね、嫌なんですけど、じゃあなぜキキはパンツを見せてるのか。やっぱりエロいじゃないかという人も思うかもわかんないですけど、違うんですよ。宮崎駿仮にエロを描くとしても、そんな着方絶対しないんですね。パンツはですね、見えてるんではなくて見せてるんですね。アニメっていうのは全ての画面に出てくる映像っていうのをですね、制御するんですよ。だから、わざわざアニメーターに作画させて、仕上げの人に色指定して色を塗らせてるわけですから、わざわざ見せてるわけですね。ラピュタではですね、絶対にシータのパンツは見えてはいけないという指示が現場に飛んだようにですね、魔女の宅急便では逆に、必ずキキのパンツは見せろ。このシーンでこういう風に見せろというですね、宮崎駿からの強い指示がない限りですね、こんなにパンツが見えるシーンっていうのは連続しないんですね。ジブリヒロインでですね、キキだけがパンツをチラチラ見せてるんですよ。で、この件に関してですね、このジブリの教科書の中で東大教授にしてフェミニスト界の重鎮ですね、上野千鶴子さんはですね、少女の体に性の匂いがまとわりつく。乳房も膨らみ体が丸くなる。キキも例外ではない。色気のない魔女の黒服の下でも体の膨らみは感じ取れる。風に上がるスカートから下着がチラ見えしたりするのはどんなに抑制しても女を感じさせるにはいられない。魔女がなぜズボンでなくスカートを履くのだろう。ほうきにまたがるのなら乗馬する女性のようにズボンを履く方が合理的なのに。というふうにですね、上野先生不思議がってます。しかしですね、この上野先生はですね、なんでこんなズボンを履かさないんだろうと自分の疑問にですね、自分自身で答えちゃってます。宮崎駿が少女フェチなのは知っているというふうにですね、はっきり言っちゃってるわけですね。つまり、監督がロリコンでパンチラが大好きだからパンチラしてるんだろうというふうに、天下の東大教授ですら、宮崎駿というか、アニメっていうのはその程度のもんだと思ってるんですね。でも、この理屈ではですね、この上野さんの理屈ではですね、他のジブリヒロインでは、なんでこんな抑制されてるのかという理由を説明できないんですよ。魔女宅ではですね、メインの登場人物全部女性なんですね。キキの成長も試練も解放も全て女性キャラが与えてくれる。女性のための女性の映画みたいなのが魔女の宅急便なんですけども、しかしそこまで徹底して女性の物語であっても、上野先生はですね、なんとなくこの魔女宅が気に食わなかったんですね。なんでかというと、古典的なね、フェミニストの方からすると魔女宅ってわかるんですよ。なんとなくね、カチンとくる場面多いんですよね。典型的なんですけども、お父さんに高いをしてもらってですね、ヒロインが喜ぶとかですね、パン屋さんに看板を作ってもらう。初めてキキがお使いした時に家帰ってきたら、パンでですね、自分の看板を作ってもらって、でそれを作ってくれた、パン屋の亭主にですね、キキが大喜びで抱きつくと。看板、つまり、女の名前、名詞みたいなものを男から与えられて、そして喜ぶときはお父さんに抱きついたり、パン屋の親父に抱きついたり、そういう抱きつくという表現なんだというふうな、そこら辺がちょっと気に障るわけですね。そして最後はですね、ついにですね、鉄の看板をですね、彼氏に作ってもらって、彼氏にセッティングしてもらうと。まさに看板とは名字であってですね、男に許され、認められて看板を出すイコール、女は結婚して一人前になる、社会になるということは男の名字になるということだった。で、女はいつもそれを喜んで男に抱きついて嬉しさを表現すると。そんな風にも読めるじゃないですか。それはもう上野先生でもこれだけね、連発して見せつけられたらカチンとくるわけですよね。ジブリの教科書ではですね、ついに上野先生はですね、ちょっと僕びっくりしたんですけど、こんなことまで言い出してしまいます。117ページ。飛ぶという不安定な能力に運命を任せたら、いずれは誰かのお神さんになってしまうと。キキ。
そんなことにならないために大学に行きなさいっていうふうに言うんです。すごいんですよ。これね、上野先生がマジでアイドルとか女性タレントにですね、いつも助言してる内容なんですね。アイドルであっても女性タレントであっても、女性という形で居場所があって、女性的な魅力というあやふやなものに乗っかってる限り、男社会での生き方しかわかんない。そうではないところっていう、本当の自分のためになるものは、まず何より大学の中にあるんだ。だから大学に来て学びなさいっていうふうにですね、もう大真面目に危機に助言してるんですよね。ところがですね、上野先生がこういうふうに心配するにはですね、理由があるんですよ。そもそも魔女というのはですね、知性を持った、大学に行くような女性を迫害した。この世界にはですね、知性を持った大学に行くような女性を魔女として迫害したというふうに歴史があります。宗教学者のですね、正木明さんはですね、この魔女の宅急便の教科書のですね、235ページで、ほうきというのは弾根の象徴、いわゆるペニスの象徴だというふうに言ってます。それは何でかっていうと、その証拠がですね、ゴヤが1799年に書いた銅版画なんですけれどもですね、魔女のほうきでですね、ブラシが後ろ側についてるっていうのはですね、実は近代になってからの魔女なんですよ。19世紀になってからのおとぎ話に出てくる魔女は、ほうきのブラシ側が後ろになっているんですけども、この時代ですね、17世紀、18世紀のいわゆる魔女狩りの時代の魔女っていうのは、ほうきのブラシ側が前に来てるんですよ。なんでこのブラシ側を前にするのかっていうのが、やっぱりそれがペニスの象徴だということなんですね。ハリーポッターでもですね、魔法使いサリーでもですね、近代型の魔女っていうのはですね、そのブラシが後ろに来てるんですけども、このメタファーがだんだん失われてきたからなんですね。つまり、女性の地位が上がってきて、女性が大学に行ったり仕事がするのは当たり前になった時代に、ようやっとほうきのブラシ側が後ろになったんですよ。だから僕らはその後で見てるのでですね、魔女というのをブラシ、ほうきに乗るときはブラシが後ろにあると思ったんですけども、女の人が知性を持っているっていうのは当たり前だ。もう当たり前ですよね。それを認められる前の時代は、ブラシが前に来ていて、女が男化する。女が男のように理性を持っていて、例えば政治を語ったり、社会を語ったり、あと学問を語ったりする。それを女が男性化するっていうふうに呼んだんですね。でもその女が男性化したものの象徴が魔女だったんですよ。実は魔女というのは女のくせに男みたいに、または男より知性があるという存在に対して、中世のキリスト教社会は徹底的に弾圧しました。そもそもキリストというのはですね、カトリックによると人を治療する、いわゆるその医療の祖先みたいな存在なんですね。人を治療する。だからキリストが歩けというと足が萎えた人は立ち上がったとかですね、キリストが目を開けっていうと目が見えなかった人が目を開いたという逸話があるじゃないですか。あれは何かっていうと、イエス・キリストという人がもともとは治療神だったからなんですよね。その治療神と、イエス・キリストの復活を待つしかないんですけど、ところがその代わりにですね、人々に民間で治療を与えてたのが賢い女の人だったわけですね。賢い女の人たちっていうのが大きい釜、コルドロンでですね、いわゆる怪しげな木の根っことかそういうのを焚いてたわけですよね。で、これも魔女とのイメージとして伝えられてるんですけども、これがなんでそんなことするようになったのかと、それが実際に聞いたからですよね。キリスト教による祈りによってのみ病気が治るとかそういうふうな時代に、一部のですね、それではダメなんだと思っていた女性、もちろん男性もいたんですけども、男性はやっぱりキリスト教に取り込まれやすかったんですね。で、そうではなくて実際的な女性たちっていうのが釜で薬を煮出したりして、そして現実にそういう治療薬を作っていた。それはキリスト教社会からすると異端であってですね、禁断の知識。どんなに科学的に正しかろうとですね、人間が持ってはいけない知識だったんですよ。キリスト教は中世において賢い女性、知恵のある女性を徹底的に嫌って魔女としてですね、排除しました。この歴史はですね、もう本当に常識みたいなもんで、歴史学からしたら常識みたいなもんでですね、上野先生が知らないはずがないんですね。なので、魔女の宅急便って恋をしたので魔法が復活しました。めでたしめでたしみたいに読めるじゃないですか。危機は何か嫉妬によって、魔法を失ってしまって、でもその後ちゃんと恋をすることで魔力が復活しました。そして街のアイドルになりましたみたいなお話に読めちゃうので、それはもう上野先生からしたら許せないアニメなわけですよね。私たち女の歴史を何だと思ってんだっていうようなことになると。で、話がそれたので戻します。なぜキキはですね、パンチラするのかパンツを見せるのかっていう話でしたけども、宮崎駿自身はですね、それをアートオブキキの中でちゃんと答えてるんですね。本当に珍しくシンプルに答えてるんですけども、
140ページですね。街の中でパンツ丸出しになるということは、絶対最後の通過儀礼として危機には必要なんです。人が見てる前でパンツが丸出しになるというのは、最後の通過儀礼として、主人公に必要だったというふうにですね、宮崎駿は証言しています。最後ですね、トンボを助けるときにですね、いよいよやっとほうきが使えるようになるシーンですね。踏ん張る危機でですね、風が巻き起こってパンツが、もう本当に街の人が見えているところで翻っています。宮崎駿もですね、これ、街の人にパンツを見せることが必要だって言ってるということは、危機にとって、パンツが見えることが恥ずかしいってことは理解してるんですよ。もちろん分かってるんですよ。しかし、危機だって見せたくない。でも、見せるしかない。で、なんでか、これ見てください。映画の冒頭部分でですね、先輩の魔女と一緒に飛んでるシーン。このシーンでですね、また、危機はですね、パンツを見せてるんですけど、飛ぶのが下手だからですね。だから先輩魔女からラジオ消してって言われたら、ラジオのスイッチをひねるだけの動作で、集中が崩れてですね、ほうきがグラッとしてパンツが見えちゃうんです。先輩はですね、平気で飛んでいると。危機にとってパンツが見えるということは、魔力が未熟で失敗した時、失敗して恥ずかしい時に必ずパンツが見えてるんですね。だから先輩はですね、優雅に飛んでいますし、危機のように一度もパンツ見せないんですよ。危機の上空をふわっと追い抜いて飛ぶ時もですね、足がちゃんと閉じたままなんですよね。全然、パンツ見えないと。まとめるとですね、魔女宅っていうのは、才能論であると同時にですね、職人論なんですよ。職人の世界を書いてるんですね。一人前になるために、職人っていうのは人前で恥をかかなきゃいけないわけですね。消えたくなしまいたくなって、それでも翌日また客の前に立って、人前でまた挑戦して、またパンツが見えてしまう、恥をかいてしまうと、未熟な自分っていうのがいつもバレて、その度に恥をかいて、もう恥をかきたくないと思って頑張る。それが職人の世界なんですね。キキのパンツが見えるのはですね、キキが魔法が下手だからなんですよ。唯一のキキが使える魔法、ほうきで飛ぶ。このほうきで飛ぶがまだ人前で使えるような立派な状態じゃないんですよね。でも、キキはですね、パンツを見せないといけない。宮崎駿に言うと、見せないといけない。なんでかっていうと、パンツを見せて恥をかいて、パンツが見えないように飛ぶしかないんですよ。そうなるところまで頑張るしかないんですね。キキっていうですね、痛い女の子は、一つ前のユニットで話したようにですね、思春期をこじらせてしまった女子がキキなので、リボンという自意識だけはでっかくて、その自意識も丸見えで、おまけに恥ずかしくて見せたくないパンツも、いつも丸見えっていうですね、こういうですね、かなりね、女の人から見たら辛い状態ですね、を書いてるんですよ。で、リボンで飾っててもパンツは丸出しと、これが宮崎駿が考え抜いた思春期の表現方法。魔女宅を見てですね、なんとなく居心地が悪かった元少女のお姉さんたちはこの辺にね、かなり後ろからぐさっと刺されるような感じになったんじゃないかと思います。ラストでですね、キキは成長します。こんだけですね、パンツが見えていたキキもですね、ラストでは成長するんですね。ラストでキキがですね、トンボと一緒に飛ぶシーンなんですけども、まず一番上のコマ。ここまでの前半の魔女の宅急便だったら、人力飛行機と一緒に飛んでるシーンだったら絶対パンツ見えてるんですけど、パンツ見えてないんですね。トンボの飛行機が失速して海に落ちそうになって助けに行く時にだけ一瞬チラってパンツが小さく見えるんですよ。つまり、まだパンツがチラッと見えちゃう。最後、トンボが着陸するときに一緒に行くときに、まだ時々チラッと見えるんですけども、ほとんど見えないんですね。魔女の宅急便でですね、パンツが見えてしまうというのは、魔力がですね、まだまだ未熟なことなんですけど、ラストでですね、キキはほとんどパンツが見えないようになってるんですね。そこまで成長したんですよ。トンボを助けようとした瞬間だけ、まだちょっとチラッと見えてしまうと。落ち込むこともあるけど、私この街が好きですと、手紙に書いてですね、ラストでですね、堂々と飛び去るんですよ。実家に手紙書いて、落ち込むこともあるけど、私この街が好きですという時に、キキはもうパンツ全然見せずに飛んでるんですね。キキ成長したなって思ったんですけども、最後、なんかね、ラストのラストでまたパンツバーンと見せて飛んでいくんですね。だからこれね、ギャグなんですよね。私大丈夫ですっていうふうに実家に胸張って言ってんだけども、まだまだこの子は自分では大丈夫なつもりでも、パンツが見えちゃうような女の子ですっていうですね、ギャグかましてるんですけども、でも両親に心配しないように背伸びした手紙は書けるようになったわけですね。それまでの危機だったら、このラストまでの危機だったら、もし両親に手紙書いたとしたらですね、帰りたいとか寂しいとかですね、書いてたはずなんですね。それを、もしくはもう手紙なんか全然書かないかどっちかだったんですけども、泣き言言わずに、なんとなく背伸びして、心配しないでっていうふうにですね、無理に笑顔を作ることができた。これがこの魔女の宅急便の危機の成長なんですね。なんとか無理張って、意地張って、一番最初になった先輩の魔女のように、私は大丈夫っていうふうに、でも、最後の最後、観客にはですね、パンツを大見せにして飛んでいってしまうっていうですね、ちょっとね、不思議なギャグを
かましてラストシーンでした。というわけでですね、魔女の宅急便、キキのパンツが見える理由はエロじゃないんですね。実は書かなければいけない恥を人前で書けと。で、恥ずかしい分だけパンツを見せないように修行しろというですね、職人へのメッセージだったんですね。ここで終わればいい話なんですけど、ちょっと待ってください。実はこっそりエロい魔女宅が、このパート2の話です。エロいと思われている部分は実はエロくない。つまり、パンツが見えている部分は実はエロくないんです。じゃあ、エロいと思われてない部分にですね、実はこっそりエロさ。それ何なのか。パンチラがエロくないんだったら、このアニメですね、実はキキ以外のメインキャラクターですね、女性には全員同じ特徴があります。これ見てください。これキキに影響を与える、メインキャラクターの4人です。キキの母、コキリですね。パン屋のおかみ、おその。向かいに住んでいるデザイナーのマキ。青い屋根に住んでいる上品な老婦人。全員共通のですね、特徴があります。よくわかりやすいカットを選んだんですけども、わかりますか？答えは全員ピアスをつけています。多分ですね、というか今彼氏がいる人というかですね、今セックスしている人は赤いピアスなんですね。老婦人がですね、ちょっとターコイズっぽい色のピアスしてるのは、昔してたけど今してないからだと思うんですけども、キキはね、もちろんしてないんですよ。ラストでもしてない。宮崎駿がですね、インタビュー集で、トンボとはあれからどうなったんですかって、いや、キキはトンボと恋人同士じゃありません。あれはただ単に友達なんですよっていう風に一生懸命言ってるんですけども、やっぱりみんな恋愛という風に見ちゃうんですね。違う、トンボは友達なんです。なので、キキはですね、イヤリングをしてない、ピアスをしていないんですね。じゃあですね、皆さん今疑問ですよね。絵描きのウルスラはどうなんだろうっていう風に思うじゃないですか。で、絵描きのウルスラにはピアスがなくて、先輩魔女にはですね、ハート型の金色のイヤリングがついてるわけですね。ウルスラはリボンではなくて髪留めなんですよ。だから自意識の象徴である急にでかい帽子かぶったりするんですよ。人前出てくるとき。都会出てくるときにね、やたらね、でっかい帽子かぶったりですよ。やっぱ頭にでかいものをかぶるっていうのが宮崎駿の自意識の象徴で、森の中ではですね、ウルスラは自由に振る舞ってるんですけど、都会出てくるときはビビりまくってるんです。だからでっかい帽子かぶってるんですけどもですね。だからウルスラもまだ修行中です。で、多分森の中で一人で暮らしてしまってるんですけど、キキみたいに街の中で一人で暮らすっていうですね、なんか強さがないんですね。ウルスラで弱いところがあって、街の中で一人で暮らせない。このピアスっていうのは何なのかっていうの受け取り方は自由だけども、ある種の法則でこのピアスがつけているということだけは理解してください。魔女宅ってエロいと思ってない箇所で案外いろんなメッセージがですね、入ってるんですよね。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。